ここが好きだよ日本人へようこそ。誰しも人生で何度も経験することがあるのが自己紹介です。初めて会う人、転校初日、お見合いでの会話のきっかけなど、さまざまな場面で誰しもが一度は経験したことがあるのではないでしょうか。名前、出身地など必ず述べる内容や、自分の個性を出すための内容など、自己紹介ではその人の人となりが出ます。そしてその人を表すものというのが趣味です。そこから会話が広がったりもするので、趣味は大事なことですが、趣味がないという方も多いのではないでしょうか。今日本には海外でとても人気のある文化があります。そういった自国のもの以外を意識的に探してみると、もしかしたら一生の趣味が見つかるかもしれません。今回はあるきっかけで一生の趣味を見つけた方のお話です。こんにちは。私はミゲル。イギリス出身の56歳です。60歳を目前にしてだんだんと老後のことを考えるようになってきたんだ。これまでは仕事のことしか考えられないような感じだったけど、最近はそんなことを考えることが増えてきたから、自分も年を重ねてきていると実感しているよ。老後に関してはいろいろと不安なことがあるけど、一番不安に思っていることは趣味だね。私はこれまで仕事しかしてこなかったから、休日にやる趣味などがこれといってないんだよね。仕事を辞めればそれなりに時間はできるだろうけど、このままでは時間を持て余してしまうよね。そんな時のために何か趣味を見つけないとなぁと思っているんだよね。年を重ねてから趣味を見つけるというのはなかなか難しいよね。周りの友人に聞いたら、若い頃にハマって今もなお続けているものが今の趣味っていう人が多いんだよね。有意義な老後生活を過ごすために趣味を見つけることにしたんだ。そう意気込んでいたんだけど、そんな簡単には見つからないよ。気合い入れてるだけで見つかるのが趣味なら、とっくに見つかっているよね。そんなことを友人に話していたら、私をある場所に連れて行ってくれたんだよ。その場所っていうのがイギリスで開かれた盆栽展だったんだよ。友人からは説明もなしに連れて行かれたから、最初はこれはなんだと思ったね。どうやらその盆栽展はアメリカやヨーロッパ各地で時折開催されていて、盆栽好きの間では結構人気の展覧会らしいんだよ。盆栽が日本の伝統的なものということは知っていたけど、海外でもこんなに人気があるとは知らなかったよ。自分は今まで日本の文化に触れてこなかったということもあるけれど、あまり興味を持ったことがなかったんだ。だから日本についてもあまり知らなかったよ。でも初めて盆栽を見た時から、これはなんとなく日本っぽいなぁと感じたんだよね。特にこれといって理由はないんだけど、初めからそういった人気のものを体験できたのがきっと良かったんだよね。実はその展覧会に連れて行ってくれた友人は趣味で盆栽をやっていたんだよ。だから展覧会に展示してある盆栽を見ながらいろいろと教えてくれたんだ。どうやら盆栽の人気が海外でも出だしたのは最近のことでもないらしいんだよ。結構前から海外でも人気だったらしいね。第二次世界大戦後からじわじわ知名度が上がってきたんだよ。そこで大きなきっかけとなったのが1970年に開催された日本万国博覧会。そこで日本の庭園は多くの外国人を魅了したんだけど、
中でも一つの鉢の中で自然を表現した盆栽はひときわ注目を集めたんだって。確かに大きくて綺麗な日本の庭が飾れるサイズ感で表現されていたら飾りたくなったりするね。飾りたいんだけど、どうやら盆栽はこまめな手入れが必要みたいだね。さまざまな技巧を凝らしても未だ完成することない芸術作品というところがきっと多くの人を魅了したんだろうね。そんな友人の話を聞きながらいろんな盆栽を見ているとだんだんと興味が湧いてきてね、思わず友人に他にも盆栽を見られるところはあるのかと聞いたよ。そしたら4年に一度盆栽の世界大会が開催されているというではないか。日本の埼玉県で第1回が開催されてからアメリカ、韓国、ドイツ、プエルトリコなど世界各地で開催されているんだよ。盆栽にそんなオリンピックのような大きな大会があるなんて、盆栽の人気の高さを体感したよ。こんなに世界中で人気のある盆栽なのに、どうやら日本では一時期少し低迷気味みたいだったらしいね。日本では盆栽といえばお年寄りのもの、マニアックな趣味というような位置づけだったみたいだね。それが今みたいに世界中で高い評価を受けたことで、日本国内でも再び評価されるようになったみたいだね。そんなにもともと盆栽に興味があった人間ではないけど、そんな話を聞いて少し嬉しかったね。やっぱり伝統的なものは本場が盛り上がっているというのが本来あるべき姿のような気もするしね。本物を間近で見て魅力をダイレクトに感じると自分でもやってみたくなるもんだね。その日家に帰ってからは友人に教えてもらった盆栽を扱っている YouTuber を教えてもらって、その動画をずっと見たね。その人以外でも YouTube で盆栽って検索すると結構たくさんの動画が出てくるんだよね。その動画をひたすら見漁っていたね。でも自分でもやってみたいという気持ちが強かったから、まずは盆栽の作り方を教えてくれる動画を見たんだ。動画では全編英語で盆栽の作り方を教えてくれていたんだよ。そんなところに海外の人への対応があるというところに、海外でも人気が出るっていうことを実感したね。その動画では盆栽園などから購入するところから始まって、木を自分で鉢に植え替えるんだよ。そこから枝の剪定や盆栽全体のデザインのやり方、盆栽における重要な手入れの手順を細かく解説してくれるから、自分一人でも始めやすいよ。その動画を見てからはますます盆栽に興味を持ち始めてね。その勢いで次の日には友人と盆栽園に木を買いに行ったよ。1個揃えていざ始めるぞと思ったらいろいろと買っちゃってね。これは趣味にするしかないと思い、僕の盆栽ライフが始まったんだ。盆栽っていうのは鉢という小さな世界の中に壮大で繊細な自然の景観を作り出す技術がとても必要になってくるんだ。想像力や手先に器用さとかいろいろな力を必要とするから、やっていてとてもやりがいを感じるよ。また日本のように四季を通じて植物を育てながらその姿に美しさを追求していく高尚な趣味なんだ。まだまだ初心者のペイペイだけど、なぜ海外の人でも盆栽が始めやすく趣味になりやすいのかを、その魅力を通して伝えるために少しだけ聞いてほしいんだ。まずは海外でもジャパニーズカルチャーの関心が高いということだね。
今世界的に急速なグローバル化に伴って、特にヨーロッパでは国境はなくなったも同然なんて声も聞こえるが、やっぱり欧州の人にとって極東の日本はなおも異国と感じる人が多い。そんな異国の文化、異文化っていうのは独特の世界観があるから、興味関心がとても高いんだ。そして何といっても盆栽が持つアート性だよね。植物だけでなく鉢の種類も多様で、大きさや形も様々だから、きっと自分のお気に入りの一つが見つかるはずだよ。ユニークなインテリアとして飾る外国人も多いんだよ。そんな自由のような奔放さの中にも、草木本来の種類に応じた仕立て方や決まり事があるっていうのが盆栽の奥深いところなんだよね。それを知ることで栽培、鑑賞する際の楽しみが増え、アートの価値を高めていくんだ。いきなり育てるということに少し抵抗のある方は、鑑賞からスタートするのもいいかもね。最後に私が盆栽を始めて良かったことを話させてもらうよ。盆栽は一生の趣味にすることができるんだよ。運動のように身体的負担が大きなものではないから、何歳になっても楽しめる趣味だよ。同じ鉢の上で何十年も成長を見られるというのも盆栽のいいところだね。そして育てる上で想像力が磨かれるんだ。無駄な葉や枝を切ったり、幹を理想の方向へ伸ばしたりする際には想像力が必要なんだよ。そんな風に愛情込めて神経使って育てたものを他の人と見せ合うことで、盆栽自体がコミュニケーションツールになったりもするんだ。お互いの盆栽について評価したりすることで、仲間意識というのが自然と出来上がっていったよ。これは番外編みたいないやらしい話だけど、実は盆栽は買った時よりも高く売れたりするんだ。生きた美術品と呼ばれている盆栽は樹齢を重ねるほど価値が上がっていくんだよ。だから購入時よりも高く売れるなんてことは珍しい話ではないんだよね。価値がつくように育てるっていうのも一つの楽しみ方ではあるのかなとも思うね。一生することのできる趣味に出会える人というのはごく稀なのではないでしょうか。世界は広いですから、いろんな文化やもの、スポーツがあります。もしかしたらその中にあなたに合う趣味が見つかるかもしれません。グローバル化という言葉が浸透してきた今の世の中ですから、異国同士での文化の交流が行われています。そういったものを意識的に探すことで見つかるものがあるのかもしれません。そしてそれが自分の興味をかきたてられるものであれば、それについて多くを知るきっかけにもなるでしょう。そういったことが異文化の理解というものを深めていくのではないでしょうか。盆栽は今まさに日本を海外に伝えるものであり、海外の方が日本を知るきっかけにもなります。趣味を通じて自分のコミュニティを広げていくことで、盆栽のように異文化理解につながることでしょう。考えてみたら、海外の方のコミュニケーションツールとなっているのが盆栽であるというのも嬉しいことです。また改めて自国の文化について知るきっかけ、異文化を知るきっかけになってくれたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。